たちょっとひげが生えてきてる。古着をたくさん買いました。たくさんってほど買ってはないんですけど、でも結構久々に買ったので、4着ぐらいですかね、買ってきました。もう最近は新品で服を買うことはかなりなくなりましたね。高いっていうのもあるんですけど、あんまり新品の服にそんなに魅力を感じなくなった。ちょっと違うかな。高くなったっていうのが一番の理由かもしれない。服は昔から好きで、別におしゃれってわけでもないんですけど、髪の毛とかもそうなんですけど、自分としてのその個性を出せるアイテムの一つみたいな感じですかね。すごいこだわりがあるわけでも、たくさん服を持っているわけでもないんですけど、服は好きですね。で、このお正月の期間によく行くセカンドストリートという、リサイクルショップのお店がセールを毎年この時期やってて行くんですけど、どういうやつだったかな。1000円以下の商品は 50% オフで、1000円以上でも 20% オフで、これが確か全品、服に関しては全品適用されてるんだったかな。なんで、例えば500円の服が250円みたいな、1万円の服でも8000円みたいな感じで、かなりお手頃に買えるセールです。昔はね、ユニクロとかよく行ってたんですけどね、ちょっともう買えないかな。本当に高くなってきている。ちょっと印象なんで勝手なイメージかもしれないんですけど、最近行ってないから。でもちらっとね、店の前とか通ったりすると、まあな金額だったような。こういうね、トレーナーとかでも昔は2000円とかそれくらいで売ってたような気がするんですけど、今4000円とか3990円みたいな、それくらいいってるんじゃないかな。ちょっと正確な情報ではないし、物にもね、当然よるんですけど、安い、大量生産の安い服屋さんという、イメージ、特に学生の頃はそうだったんですけど、今ちゃんとした少しお高めの服屋さんという印象になりましたね。ただ高いだけじゃなくて品質もね、当然いいんですけど、
中古セカストとかでもこれいいなって思ったやつはユニクロの率はそこそこ高いですね。なのでいい服は売っているとは思うんですけど、少しちょっと手が出ないですね。僕の中で服というのは消耗品なので、どうしてもずっと着れる服はあんまりないのでね、どうしたってちょっとあんまり好きじゃなくなったりとか汚れたりとか、なのでここ何年だろう、10年ぐらいは中古で買ってます。たまにメルカリなんかでもね買うことありますけど、基本はセカンドストリートですかね。インナー肌着とかは少しちょっと抵抗があるので新品に買いますけど、こういったトレーナーとかパーカーとかアウターとか、ズボンは中古ですね。で、今回買ったのを紹介します。誰が興味あるかはわかんないんですけど、まずこちら、結構厚手のトレーナーですね。で、中古の服を買うときに気をつけているのが、一応ブランド物を買うようにしています。ブランドだったら何でもいいという感じではないんですけど、好みのブランドだったりそこそこ有名どころを買うようにしています。理由としてはやっぱりブランド物って高いんですけど、ちゃんと作りとか生地とかもしっかりしているので、中古で買ったとしても物持ちがいいことが多いですね。あとは基本高価なものなので、物を大事にされているはず。1000円の、例えばトレーナーなんてすぐねボロボロになるだろうし、あんまり愛着も湧きにくいと思うんですけど、それなりのブランドの服は、購入された人も大事に着ているんじゃないかなと、勝手なイメージでブランド品を選ぶようにしています。で、これは結構大きめのトレーナーで、ブランドとしてはニコ&っていう、雑貨とかでも有名なブランドで、僕もかなり好きなんですけど、実は服も結構好みな服売ってまして、アパレルと雑貨と家具のお店かな。もう服の好みに全部合うんですよね。家具は買ったことないかな。でも雑貨とかはよくは買わないか、たまに買います。で、服結構
高いんですけど、でもね、なんか唯一無二というか、可愛い、かっこ可愛いというかね、センスがいいなと個人的に思っていて、よく行きます。よくは行かない、たまに行きます。で、たまたま見つけた、この茶色いトレーナーがすごくね、良かったんですよ。結構大きめに着る。なので、ちょっとだらっと緩めに着るタイプかな。ちょっと聞いてみようか。ちょっとインナーが恥ずかしいけど。よいしょ。恥ずかしいな。一応これはユニクロのヒートテックですね。これは新品で購入しました。そんなに分厚くないやつ。ヒートテックもね、結構種類があるんで、これは普通くらいのやつで、ちょっとね、この見にくいかな、襟元のところにほつれみたいなところがあったんですけど、まあでもそれくらいで全体的にね、綺麗でした。リサイクル品を買うときはもう隅々まで見るようにした方がいいですね。裏はさすがにね、なかなか見れないですけど、ちょっと袖のとこになんかペンキがついてるとか、なんか破けてるとかね、結構ちゃんと見ないと失敗。僕もね、何度も失敗したことがあるんで、そこら辺ちゃんと見た方がいいですね。よいしょ。こんな感じです。全体像を映せないからなんともだけど、ダボって切るとこれくらい袖の長さがあって緩く切れて、めちゃくちゃ気に入ってます。このなんか中古品ならではの巡り合わせみたいなのも好きなんですよね。お店へ行くといいなと思った服をその店員さんも着てたりするじゃないですか。悪いことではないんですけど、そこでもうすでに被ってるみたいなのがちょっとあんまり好きじゃないというか、なんか自分個性を出すために服を選んでるので、できれば被りたくないなと思っているのでね、そういうなんていうんだろう、服屋さんはそういう理由でもあまり行かなくなりましたね。単純に接客されるのも苦手だったりします。コミュ障なんでね、なかなか。なのでそういう人もリサイクルショップで古着を買うのはおすすめですね。僕
僕が古着にハマったのは、一人暮らし始めた18、19ぐらいの時かな。それまでは服屋さんで買ってたんですけど、それこそ、お金なかったんで、安い服を探すようになって、で、古着でいいじゃん、みたいなことを思った時に、当時、Google マップあったのかな、あったか。Google マップで調べて、で、一人暮らし始めたところが地元じゃなかったので、周りにどんなお店があるか全然知らなかったんですけど、そこで冒険も含めていろんなお店探してた時に、なんか服屋さんみたいなのを見つけて、バイクで行ったら、もうなんかちょっとあれですけど、誰が来るんだみたいな店構えの小さな古着屋さんだったんですよね。今もうなくなってるかもしれないんですけど、店員さんもおじいちゃんおっちゃんくらいの方で、少し尖った古着屋さんかな。こういう感じもなくはないけど、どちらかというとパンク系というか、ベルトとかでも少しスタッツがついているような、そっち系の古着を多く取り扱ってるお店で、なのでなんか高い T シャツなんか数万円のとか置いてあったり、安いのはね数百円とかあったんですけど、そこでいろんな服を勉強というか、こんなのあるんだみたいなことを知って、そこで巡り合わせみたいな、こういうの欲しかったみたいなのがあってハマりましたね。で、働き出すとね、逆にお金に余裕があると、ちょっといいところの新品のね、流行ってる服なんかを買ったりしてましたけど、一周回って今は古着に落ち着いたという感じ。いや、本当にね、人それぞれ好みだと思います。会社の同僚に古着いいですよって昔言ったことがあるんですけど、いや、古着はちょっと無理、人が一回着たやつとか無理みたいな人もいますし、全然そこはね、人それぞれなんで。ただね、服を楽しめるのは古着の方が楽しいかなと思います。本当にね、楽しい。めんどくさいですけどね、実際店に行って膨大な量の服の中から好みなのと、あとサイズと状態と価格、これに合うものを見つけるのが、手間ではあるんですけど楽しくもあるんで、そ
こを楽しめる方にはおすすめで、まあ見つけたらね最高ですよね。安いし。という、ニコアンドのトレーナーでした。で、あとこのまま次、これはねニット、ちょっと変わったニットで、まあ普通のニットなんですけど、色味が少しなんていうのかな、レトロというか、古臭そうな雰囲気のある感じ、よく言うと落ち着いた色合いの、これもね画面だと茶色に見えるかもしれないんですけど、実物はねあんず色っていうのかな、ちょっと赤茶みたいな独特の色をしてて、でここは黒ですね。で他白もね真っ白じゃなくて少しベージュっぽい色してるニットで、これもねめちゃくちゃ僕好み、もう速攻カゴに入れましたね。これはいいと思って。大きさも普通の大きさ、若干緩めかな。ブランドはザ・ショップ DK、 竹尾菊池さんのやつですね。少しお高い、少しじゃないかな、ものによってはかなり高めだったかもしれない。いいやつです。これごめんなさい、値段言うの忘れた。これがね確か1200円とか1000円とかくらいだったかな、1000円台だったんで、それの 20% オフみたいな、なので、800円か900円くらいでした。このニコアンドのトレーナーで、こっちが900円でしたね。これはね覚えてて、900円の、半額だから450円。これがめちゃくちゃ安くないですか。普通にねこの竹尾菊池で買うとどうだろう、6000円とかそれぐらいする、多分で。ちょっと変わってるって言ったのが、ここにねボタンがあって、開けることないと思うんですけど、首元を緩めれます。こっちだけ、こっちに反対側にはなくて、こっちだけ3箇所。これもなんかアクセントになっていいかなと思います。すごく好みです。これも着てみようか。よいしょ。いや、このニットはね良かったですね。最高です。はい、こんな感じです。そんなに緩くもないかな、普通の感じ。アメリカの大学生とか着てるかもしれない。これだけだとねちょっとあれだ、綺麗めな感じなんで、そういう
ズボンとか、上からコート着たりするとかっこいい感じに着こなせる予想をしています。ダメかもしれない。多分大丈夫。でやっぱりこういうニットも品質結構いろいろあって、中古古着でこういったブランドを手に取ったらね、もう触っただけでね、いいなっていうのがわかるようになるんですよ。安いのもあるんです。触ってこう比べてみるとね、触った時の生地の厚みだったり質感がね、全然違う。これとかもね、なんて言うんだろう、すごくしっかり縫われてるというか、この辺もね、すごく手間かかってると思うんですけど、しっかり分厚くて、なんか重みがあるというか、丈夫な感じ。これはなんとも説明しづらいんですけど、安い服、コストのかかってない服と比べるとなんか違うなっていう。今まではブランド量みたいなイメージだったんですよ。特に若い頃は服の素材とかほぼ同じで、なんかブランド量だけで値段を釣り上げているっていうイメージだったんですね。あまりにも価格が高いから。でも実際こうやって身につけて触れてみると、ちゃんと物が違うなっていうのが、古着を買うようになって分かりました。なのでね、やっぱ高いものはいいんだと。もちろん中にはね、ただ高いだけで物は良くない商品もあるんでしょうけど、そんなものばかりではないかなと思います。これ450円。これを知っちゃうとね、新品で服買えないんですよ。情けないんですけど、もうその残りのお金でなんか別のもの買ったりしたくなりますよね。はい、これ最高です。で、あとはズボン、パンツって言った方がいいのかな。普通のジーンズじゃないんだけど、こういうのってなんていうんだ。普通の長ズボン、長パンツ。ブランドは僕もよく買うレイジブルです。これは普通に色が良かった。
何色って言うんだろうね。緑なんですけど、淡い緑というか、カーキっぽい緑。アーミーグリーンって感じかな。アーミーグリーンかもしれない。で、生地がちょっと布っぽい生地なんで、落ち着いた色で合わせやすいですよね、こういう色。この今着てるニットにも合わせられるし、さっきの2個のトレーナーにも合わせてかなり重宝する色ですね。特にこういうパンツ系はサイズが難しいんで、古着で買う時も必ず試着はするようにしています。試着しないとね、大変なことになりますからね。ブカブカだったらベルトで締めればいけますけど、小さいとかはもうお金無駄にするだけなんで、必ず試着はした方がいいです。面倒なんですけどね。この辺はもう試着せず買ってますけど、サイズだけである程度わかるんで。パンツに関してはサイズだけだとどうしてもこの距離とかここの長さとか、そういうのがどうしてもねわからない。あとは生地の伸び具合とかもね全然違うんで、試着はしましょう。これもものすごい綺麗なわけでもないんですけど、なんですか、多少ベルトの穴にほつれみたいなのがあったりして、ただそれも味だと思っているので気にはならないです。これが500円くらいだったかな、ちょっと覚えてないんですけど、なので半額の250円です。やばい、安すぎますよ。普段食べてるご飯より安い。もう最高ですね、本当に。この時期特にセカスト安いんで、もう今終わっちゃったかな、セール。多分この動画が出る頃には終わってるかもしれないんですけど、結構定期的にサマーセールとかやってるんで、セールの時期じゃなくても新品と比べるとかなり安いので、あまりお金をかけずに自分の好みの服を着たい人は古着おすすめですね。古着とかだけじゃなくて、リサイクルショップのリサイクル品とかもそうなんですけど、もう現代って物が溢れすぎてるんですよね。普通に家具とかでもリサイクルショップ行くとめちゃくちゃありますからね。もったいないなと思って、極力中古とかで
探すようにしてます。もちろん財力の問題もありますけど、中古でいいやって思えると、なんかいいなと思います。はい。レイジブルーのパンツ。これめっちゃ使えるんで、こういうのおすすめですね。で、あと、一番のお買い物ですね、今回の。高かった。古着なのに1万円以上も払うのはめったにないんですけど、ついに買ってしまいました。ちょっとシャカシャカ音がうるさかったらごめんなさい。ナンガという寝袋ですごく有名なブランドがあるんですけど、そことアーバンリサーチというアパレルのブランドがコラボしたダウンジャケットですね。でこれがね、もうずっと欲しくてね、僕自身ダウンジャケットを所有したことがなくて、ずっと中綿だったんですけど、年のせいか寒さに耐えられなくなってきて、ずっと欲しいなと思ってついに手に入れることができました。新品で買うと4万円近くする商品で、メルカリとかでも2万5千円とか、2万円台の商品なんですけど、セカストで1万3000円ぐらいかな。それの 20% オフだから1万1000ちょっとで買えました。ありえないですね。本当にびっくりして、色も黒とか、モカとかだったかな、いろいろある中で、僕が欲しかったネイビー、ちょっと濃いめの青、画面だと黒に見えますけど、一応ネイビー、中が黒ですかね。で、中はダウンが入っていて、でダウンもぺちゃんこじゃなくてしっかりふわふわの状態をキープしていて、あとは全体的に綺麗ですね。袖の部分に少しダメージがありましたけど、特に気になるあれじゃなかったので、すごく最高。今年始まっていきなり最高の買い物ができました。もうなんかという日本のね、超有名な寝袋メーカーが関わっているので、防風だったりとか、そのダウンの品質とかは間違いないと思いますし、アーバンリサーチの今までのその培っていた技術とかも多分あるんで、すごくね、いいですね。もうちょっと着てみようか。もうあったかい。
で、やっぱダウンなんで軽いんですね。めちゃめちゃ軽くてあったかい。なぜもっと早く買わなかったのか。まあ買えなかったというのが本音ですけど、もっと早く手に入れたかったですね。すごく気に入っているんで、家の中で着ることも多いですね。家の中で着ていても嫌じゃないというか、やっぱり軽いので負担が少ないし、あったかいので最高ですね。ナンガの寝袋はね、持ってないんですけど、めっちゃ高いんで、やっぱね、ナンガさんいいなって改めて思いましたね。本当にあったかい。なんかダウンってすごい、ダウンの布団とかはねありますけど、ダウンのアウターはやっぱね、この人の体温とかをうまく、なんて言うんだろう、利用してより温めてくれてて、すごいいいですね。最高。色もネイビーと中が黒なんで、まあ他の服とも合わせやすいかなと。いや、今年幸先いいですね。こんないい買い物ができるとは全然思ってなかったんで、古着楽しい。ピーチウーロンはね、あんまり美味しくない。ちょっと変な味がします。あとこれをね、紹介した動画、YouTube 側から広告つけれませんって言われました。めっちゃショックです。そっちは今年1本目の動画だったんで、幸先悪いなっていう感じだったんですけど、買い物に関しては最高のスタートが切れた気がします。いやー、高いわ。まあ、キャンプと普段使いとどっちもいけるってのがいいな。デザインもね、シンプルだし、いい買い物した。まあ、そんな感じで年始は古着をたくさん買いました。まあ、掘り出し物をね、見つけるのが楽しい方にはおすすめなんで、ぜひ